こんにちは、リリースハウスの菊池です。今回は冷え、むくみの解消にも効くフォームローラーを使ったセルライトリリースの方法をサクッとご紹介していきます。今回は特にセルライトが溜まりやすいお尻、裏もも、内もも、この3箇所をほぐしていきます。この辺は特に太い血管も通っているので、足の冷え、むくみが気になる方、あとは太もも痩せしたい方にもすごいおすすめです。ということで、まずローラー横向きに置いて、左のお尻外側を乗せるように左下横向き、左肘を床につきます。この状態で上下に大きくゴロゴロと転がって左のお尻外側を上から下までほぐしていきます。でこの時の体勢としては、ちゃんと膝を曲げることと、あとは肘をついてもいいし、こうやって手をついてゴロゴロ転がってあげてもいいです。自分がやりやすい体勢でほぐしてみてください。でお尻外側ちょっと角度を変えながら外側の方まで全体的にほぐしてあげたりとか、あとはこう後ろに手をついてお尻のちょっと後ろの方ですね、仙骨の際をなぞるようにゴロゴロとほぐしていく。この骨の際にはとにかく老廃物がたまりやすいので、こんな感じでほぐしてあげるとむくみ、セルライトも解消しやすくなります。で反対側も同様にほぐしていきましょう。右下横向きになったら右肘床について上下にゴロゴロ、右のお尻外側を上から下まで全体的にほぐしていきます。ちょっとね、下の方とかゴリゴリするポイントがあるので、その辺もしっかりほぐしてあげましょう。体の余計な力を抜いて、慣れないとどうしてもね力が入りやすいんですけど、力入っちゃうと結構肩が凝ったりするので、なるべく深呼吸をしながら力を抜いてほぐしていきます。でちょっと後ろに手をついて、この仙骨の際をなぞるようにゴロゴロとほぐしていく。とにかくどの部分でも筋肉は付け根、骨の際をなぞるようにほぐしてあげると結構緩みやすいので、セルライトが気になる方、冷えむくみが気になる方もこんな感じで付け根を、骨の際をなぞるようにほぐしてあげましょう。で次、ローラーの上に座ったら、このまま前後にゴロゴロと転がります。座骨、お尻の下の骨をほぐしていきましょう。この辺はゴリゴリとする感覚があると思います。で手が床につかない方の場合は、こんな感じでちょっと手を肘についた状態でゴロゴロほぐしてあげてもいいです。もう体勢はもうそれぞれ人の腕の長さとか全然違うので、楽にほぐせる体勢を探してみてください。で次に裏ももほぐします。左足を伸ばして左裏もも付け根、座骨の際にローラーを当てる。右足床について左足膝つま先を左右にワイパーのようにぐるぐると動かします。でこの形でほぐすのが物足りない方の場合は、右足を折りたたんで前屈しながら左右にぐるぐるほぐす。この体勢だとちょっとだけ体重を乗せることができるので、しっかりと緩めることができます。好きな方で自由にほぐしてあげてください。でローラー少し下にずらして、裏もものちょっと上の方、座骨よりももっと下の方ですね、ゴロゴロとほぐしていきます。この時はもうお尻ついてしまっても大丈夫です。お尻を上げるとよりしっかりとほぐせると思います。ぐる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 とほぐしていく。で次に裏ももちょっと下の方ですねに当てて、片足も重ねて左右にぐるぐる。でこの時はもう骨盤ごと左右にぐるぐると動かしてあげるとほぐしやすいです。で片足重ねることでよりしっかりと緩めることができるので、これもぜひ忘れないでください。で次、膝裏にローラー乗せて左右にぐるぐるとほぐします。で膝裏の中でもちょっと下の方ですねにゴリゴリポイントがあるのでちょっと痛いです。この辺しっかりリンパ節ですねほぐしてあげるとリンパの流れが良くなってくれるので、より足の冷えむくみの解消に効果的です。セルライトはね、とにかく冷えむくみが溜まって出来上がってしまうので、まずはこんな感じで膝裏の方もしっかりとほぐしてあげましょう。で反対側も同様に、まずは右の座骨のちょっと下の部分にローラーを当てて、この膝つま先をワイパーのようにぐるぐると動かします。これで物足りない方は左足を折り曲げて軽く前屈した状態でほぐしていく。自分がどの体勢が楽かなとか、どの体勢だとしっかりとほぐせるかなっていうのを考えながら、探しながらいろいろ試してみてください。
僕は結構右の方が硬くなってる感覚がありますね。すごいゴリゴリします。でちょっとずらしてまたぐるぐるとほぐしていく。この時はもうお尻はついてしまっても大丈夫だし、余裕がある方はちょっとお尻持ち上げてあげるとより体重を乗せてしっかりほぐせます。ただ結構手が疲れてきてしまうので楽にほぐすことを優先していきましょう。でローラー少し下にずらして片足重ねて左右にぐるぐる。慣れない方はこの骨盤ごと左右にほぐして膝つま先をワイパーのように動かす。長時間座っている方はとにかく裏ももがガチガチに硬くなって短縮した状態で硬くなっているので、まずはこんな感じでしっかりとほぐしていきます。でローラーに膝裏を乗せて左右にぐるぐるとほぐす。膝裏のちょっと下の方ゴリゴリポイントを探して見つけてほぐしていきます。ゴリ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 とほぐす。であまり痛すぎる場合はそれはそれで痛みが残ってあまりよろしくないので、こんな感じで左右いっぺんにほぐしてあげる。こんな形でも全然大丈夫です。でこんな感じで左右にほぐしたらもう一回左の裏ももにローラー乗せて前後にゴロゴロとほぐしていきます。左右にほぐして緩んだ筋肉老廃物をこうやって前後にほぐして流してあげるイメージですね。で膝つま先ちょっと内側に向けて裏ももの内側の方をほぐしてあげたりとか、膝つま先ちょっと外側に向けて裏ももの外側の方をほぐしてあげる。でこれが難しい方の場合はただまっすぐほぐすだけでも大丈夫です。で反対側も同様に右の裏ももにローラーを当ててそのまんま前後にゴロゴロとほぐす。この座骨から膝裏までですね、なるべく大きくほぐしてあげる。大きくほぐすのが難しい場合はこんな感じで細かくほぐすだけでも大丈夫です。上から下までほぐしてあげましょう。基本は大きくほぐす。で角度を変えながら裏もものちょっと内側の方をほぐしてあげたりとか、ちょっと外側の方をほぐしてあげる。左右にほぐしてから前後にほぐす。この順番が大切ですね。で次に股関節をほぐします。ローラーにまずは左の鼠径部、腰骨のちょっと下の部分を乗せるようにうつ伏せになったら両肘床について前後に細かくゴロゴロと転がります。鼠径部をほぐしていきましょう。ここにはご存知の通り鼠径リンパ節があるので、この辺をしっかりほぐしてあげるとここから下のリンパの流れがすごく良くなって足の冷えむくみ、セルライトの除去に効果的です。細かくゴロ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 とほぐしたら反対側も右の股関節前側をローラーに乗せてそのまま細かくゴロゴロ。あとここの深層には腸腰筋っていう股関節を曲げる筋肉があります。腸腰筋が働きやすくなれば太ももの負担が減るので太ももの張りの解消、太もも痩せにもすごい効果的です。じっくりコロコロとほぐす。で次に内ももほぐします。ローラー縦向きに置いてまずは股関節の内側をローラーに乗せる。この形。ここから左右にゴロゴロと細かく転がります。まずは付け根の部分をしっかりとほぐしていきましょう。膝股関節の角度は90度になってます。このお尻を左右にフリフリする形ですね。でローラー少しずらしてまずは内ももの上部全体的にほぐしていきます。上半分ですね、ほぐしていきましょう。慣れている方はこんな感じでこう上から下まで全体的にほぐしてあげてもいいんですけど、多分最初のうち結構難しいって方が多いのでこんな感じで上半分をゴロゴロとほぐしていく。でちょっとずらして内もものちょっと下の方ですね、膝に近い部分をゴロゴロとほぐしていきます。この辺は結構痛いっていう方が多いのではないでしょうか。僕でも結構痛いので。でもね、あんま痛すぎると後で揉み返しとか痛みが残って良くないので、痛すぎる場合はこうやって体重を乗せるだけでも全然大丈夫です。で慣れてきたら徐々に細かくほぐす。で大きくほぐすって感じでこう体の状態に合わせて無理のない範囲でほぐしてあげましょう。で反対側も同様にまずは股関節の内側ですねをローラーに乗せて細かくゴロゴロ。膝股関節の角度は90度に曲げています。肩首周りが辛くなってくるって方もいるかもしれないです。そういった方は
だらーってした状態で左右にゴロゴロとほぐしてあげる。多分慣れてくれば楽にほぐせるようになってくると思うので、最初はちょっと頑張ってみてください。で次、内ももの上半分をこうやって大きくゴロゴロとほぐしていきます。この内ももには太い血管が通っている大腿動脈、静脈が通っているので、こんな感じで内ももをしっかりほぐしてあげると下半身の血流がより良くなってくれます。ゴロ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 とほぐして、で次に内もものちょっと下の方ですね、膝に近い部分を細かく大きくゴロゴロとほぐしていく。内ももの筋肉はね、全然使えていない方が多くて、内もも使えていないとどんどん硬くなっていく、張ってくる。そして最終的にはセルライトができてきて、セルライトができるっていうレベルの人は相当痛いと思います。続けているとだんだん緩んできて流れてくれるので、ちょっと頑張ってやっていきましょう。はーい、お疲れ様でした。ここまでやってあげると、もうお尻から内もも、裏もも周りがポカポカ暖かくなる感覚があると思います。でタイミングとしては、より短期間で効果を出したい場合は毎日朝晩やってあげる。で面倒くさい場合、無理なく続けたい場合は夜寝る前、お風呂に入った後、筋肉が温まった状態でやってあげる。こんな感じで毎日コツコツやっていると、だんだんセルライトが流れてくれて、冷えむくみも解消して太ももが細くなってくれるので、ぜひ続けてみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。僕のチャンネルではこんな感じでフォームローラーを使った部分痩せの方法、リリースダイエットの方法をご紹介しています。やり方を再生リストにまとめて概要欄に載せているので、よければご覧ください。あとインスタとか半無料レッスンとか、最近は投げ銭も始めたので概要欄からチェックしてみてください。ではまた。